はい、皆さんこんにちは。猫チューブでございます。今日はですね、みんな大好きロイヤルコーチマンウェットですね。こちらを巻いていきたいと思います。いろんな教本にですね、巻き方はもう網羅されてますので、私の場合こうやって巻いてますよというのを今日はやってみたいと思います。フックは、ドヒトミの、フライフックブランドマルトーのW10 の8番を使います。例えばパートリッジだと G3A とか、TMC だったら 112Y とか3769とか、もう製造中止になっちゃったんですけど、昔 760SP というリマリックベンドのすんごいかっこいいウェットフックがあったんですけど、ああいったものをお使いになってもいいと思います。はい、フックをセットしまして、スレッドは、いつもの、ゲルスパンの、10-0を使いたいと思います。最初に下巻きなんですが、ウェットフライ、フライの場合どれでも一緒なんですけど、この下巻きっていうのはすごく大事です。私の場合はちょっと丁寧すぎるんじゃないのというぐらい下巻きを結構密にきっちりやります。でこのスレッドは、酔っていない、真っ平らなスレッドなので比較的仕上がりが綺麗になるんですけれども、例えばナイロン製のユニとかは酔った上にワックスをつけてますので、どうしても下巻きをきれいにしないとですね、こうシャンクの上がこうデコボコデコボコしちゃうんですよね。でそうなるとですね、仕上がりに大きく影響するんじゃないかなという気がして、で次に、タグの部分のティンセルをつけます。はい、でティンセルは、ゴールドとシルバーのティンセルですけども、シルバー側を使いますので、表側を手前に向けて巻くと、自分の方に向けて表側をそのゴールドの方をですね、自分の手前に向けて取り付けると、巻きつける時にシルバーが出てきます。でこの時気をつけないといけないのが、余分のマテリアルはギリギリに切るんではなくて、シャンクの長さに合わせて切っておきます。わざと長く残します。これは、綺麗に仕上がる、ボディを仕上げる、綺麗に仕上げる一つのコツでもありますので、ここは注意してやった方がいいんじゃないかなと思います。次にテールはゴールデンフェザントのティペットを使います。でこれをですね、量はこんな感じなんですけど、でこれ表がオレンジで裏が白っぽい色になってます。で任意の量、自分でこのぐらいつけようかなと思った量が取り出したらですね、これを頑張って半分に、折り曲げて、オレンジ色が外側を向くような格好で、無理やりやる必要はないんですけど、そうやるとなんとなく仕上がりが綺麗になるんじゃないかなと思います。でテールの長さなんですが、シャンクの長さで取る人もいますけど、私はウェットフライの場合はですね、このアイのすぐ後ろからカーブのベンドのところまでを一つの基準にしてます。でこれで一度仮止めをして長さのバランスを見て、長いなと思ったらちょっと詰めていただいて、こんな感じですかね。はい、で止めます。はい、で次にボディはピーコックハールを使います。こんな感じでまとめて売ってるものの中で、なるべくフリューってなんていうの、この一本一本にくっついてるこの短い毛ですね。この
短い毛がなるべく長いものを選ぶようにしています。でこれよく見ると、ハールは表と裏、ツヤがある方とない方とあるんですね。ちょっと分かりにくいんですけど、でこのフリューもですね、こう縦にするとですね、短い側と長い側に分かれています。でこの残っているフリューを有効活用したいので、短いと思われる根元の部分はざっくりカットをしてしまってですね、この長いところだけを使います。で、裏側を手前に向けて、ちょうどシャンクと同じ長さの分だけを巻き代にして巻き留めます。でここもですね、めんどくさがらないで、なるべくきれいに、段差がつかないようにですね、前に前に、残ったマテリアルを巻き込みながら前に前に巻いていきます。で、長さなんですけど、後ろのボディのピーコックと真ん中のフロスの赤い部分とから前の部分の、ピーコックとだいたい3分の1ずつくらいになるような感じで巻いてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。でハールを巻きつけていきます。でこの時に必ずフリューがきっちりピンと立つように意識をしながら、なるべく密に隙間が開かないように巻いていくときれいに仕上がるんじゃないかなと思います。でこれはもう単純に1枚のハールを巻きつけていますけれども、どうしてもピーコック貼ると弱いので魚にガジガジやられると切れちゃうんですよね。でそれが嫌な場合はですね、例えばスレッドと一緒にピーコックハールをツイストさせて取り付けるとか、あるいは補強で細い極細のですねゴールドのワイヤーを上から巻きつけるとかするといいんじゃないかなと思います。はい、で次に、真ん中の赤の部分、これはフロスを使います。これシルクフロスです。でシルクフロスは何本かがまとまっていますので、これは沢田のサセックスのシルクフロスなんですけど、サセックスの場合はですね、よってある中をばらすとですね、こんな感じでものすごく細いフロスの束が8本で構成されています。4本4本をさらにぐるぐる巻きつけて構成されています。それをばらしてですね、中の細いもの2つを使います。こんな感じで、ちょっと少なすぎるんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですが、シルクフロスはですね、基本的に下地の色を透過しませんので、逆にこう密にきれいに密にきれいに巻くためにはなるべく細いものを巻きつけるようにな意識をしてますので、それで私はこれ、シルクフロスの場合半分に分けてさらに半分に分けて2本を使っています。でここでフロスの巻き代の部分の下地を今作っています。でこの時も必ず意識して残ったマテリアルを巻き込みながら、ここが平らになるように段差がつかないようにスレッドで下地を作っていきます。はい、こんな感じですね。でこの上からシルクフロスを巻きつけていきます。でこの時もですね、なるべく密に、なるべく下地が出ないように、またここでも段差がつかないように、丁寧に丁寧に、巻きつけていきます。決して慌ててやる必要はありません。はい、こんな感じですね。はい、で最後、でここでもやはりですね、ほんのもう些細なことなんですが、残ったフロスを、
上から巻きつけるピーコックの分だけ、ピーコックの巻き代の長さの分だけを残してカットします。フロント部分のピーコックを巻きつけます。はい。はい、こんな感じですね。で、ピーコックを隙間を空けないように、またフリューがちゃんと立つように、意識しながら密に密に巻きつけていきます。はい、こんな感じですね。はい、で次にスロートハックルです。スロートハックルは、タイイングの教本などにはですね、コックハックルを使えというふうに書いてあるのが多いと思うんですが、私はあんまりコックハックルが好きじゃなくてですね、ヘンハックルを使うことが多いです。はい、スロートハックルを取り付けます。私はですね、コックハックルを使えというふうに書いてある本がほとんど大半だと思うんですが、私はヘンハックルを使います。これが仕上がりが、ヘンハックルの仕上がりがとても好きなので、ヘンハックルを使うことが多いです。でワックスを効かせたスレッドで、きっちり留めておいてギュッと締める。でフライターイングの場合、注意しなければいけないのは、マテリアルを巻き留めたら、一つ巻き留めたらきっちり締める、一つ巻き留めたらきっちり締めるということを心がけておくと、それだけでタイイングはとてもやりやすくなりますし、そういう一回一回のですね、ちょっとしたことを注意するだけでですね、最終的な仕上がりに大きく影響するんじゃないかなと私は思ってます。で、ヘンハックルはファイバーが細いので、3回転ぐらいはしますかね。で、余分をここでカットして、でよくですね、ウェットフライのスロートハックルを下にギュッと寄せておいて巻かれる方がいます。でもちろんそれでも全然いいんですけど、私は個人的にはあんまり好きじゃなくてですね、スロートハックルは多少ウイングを乗せるスペースを多少ちょっと分けたりはしますけど、あえてその下に向けてここをぐるぐる巻いてですね、下にまとめるということは私はしません。でウイングは、ダッククイルを使います。でダッククイルなんですけど、売られているものの中にはですね、ウイング用ではないダッククイルってあるんですよね。それはどういうことかっていうと、このファイバーがね、この幅が狭いやつがあるんですよ。でそれはですね、ウイングとして使うにはものすごく巻きにくいので、なるべくこの何て言ったらいいのかな、ファイバーの幅が広いもの、ここの幅が広いものを選んで買われたらいいんじゃないかなというふうに思います。よくこのフックのゲイプの幅の分をウイングの幅にしろっていうふうなことも言われてますけど、それはもうウイング材の特性によっても変わってきますし、私はそんなにあんまり意識はしません。で、クイル材を取り出しました。でこれは、表を合わせるんではなくて、ごめん、裏を合わせるんではなくて、艶がある方、裏側ですね。裏側を外に向けるようにして合わせます。で
こうやるとですね、何がいいかっていうと、上にウイングが乗った時にピタッとこうくっついた状態で乗っかってくれますんで、仕上がりが綺麗になるかなと思って、私は表側、ツヤがない方ですねを合わせて、ツヤがある裏側を外に向けています。でこの時にウイングを成形します。こうウイング同士をですね、こうギュッとこう曲げて、弓なりに曲げてですね、ウイングの形を整えていきます。こんな感じで、この時にあまりにもこの幅が狭いとですね、この形がきれいに揃わないので、やはりウイング材として、ダッククイルに限りません、他のクイルでもそうですが、ウイング材として買われるんであれば、なるべく幅の広いものを選んで買われたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、ウイングの成形が終わりました。でこれを乗っけるんですけれども、まず長さはですね、このゲイプの外側より少し長め、私は長めのウイングが好きなのでこのぐらいに合わせています。で、付け方なんですけど、フックに人差し指を当ててウイングを任意の長さに乗せます。で親指でギュッと持ったら、この指の間にスレッドを滑り込ませてグッと締め上げます。真上から、真下にギュッと締め上げます。でもう一回巻いて、はい、これで仮止めです。でこんな感じで、次にもう少しシャンクに沿わせたいなと思ったらですね、押さえ込んでおいて、シャンク側に1巻きないし2巻き、これでウイングを押さえ込みます。これで若干寝るようになりました。はい。で次にウイング材の余分をスレッドを切らないように注意しながらカットします。でこれ上から見るとこんな感じでウイングが、ピタッとくっついてまっすぐになっています。こんな感じですね。はい。で最後ヘッドを仕上げます。ヘッドはですね、私が再々使ってますマッキーでスレッドを黒く塗っておいて、よいしょ。で、はい、ウイングを押さえながら、今ウイング材がちょっとスレッドから外れてしまいましたが、慌てず騒がず、はい、こんな感じでウイングを取り付けます。で実はですね、マッキーを使う理由はもう一つあってですね、油性ペンって本当にごくわずかなんですけど粘着力があってですね、実はマテリアルを抑え込むのにもちょっと貢献してくれたりします。これでウイングが止まりました。で、ウィップフィニッシュをして、ウィップフィニッシュでもいいし、ハーフヒッチでもいいし、どっちでもいいと思います。ウィップフィニッシュ1、2、3回。はい。で、スレッドをカットして、はい、こんな感じですね。で最後ヘッドセメントを塗って、でヘッドセメントあんまりいっぺんにいっぱいつけちゃうと、油性マジックでスレッドを着色しているので、溶剤でマジックが溶けてきてしまいますので、そこはちょっと注意して。で綺麗に仕上げたい場合は、表面乾いてからもう一回塗るとですね、ツヤがあるヘッドに仕上がるんじゃないかなと思います。はい、
以上でございます。もちろんですね、黒のラッカーを使ってもいいですし、UV レジン等でヘッドの仕上げをしてもいいんじゃないかなと思います。はい。これが、普段私がよく巻いているロイヤルコーチマンウェットの巻き方がこんな感じになります。もしよかったら参考にしてみてください。ありがとうございました。